はい、ということでですね、ここからよりワクワクのコラボをしていきたいと思うんですけれども、例えばですね、小さな宇宙人アミっていうね本がありますけれども、その本の中でもですね、愛と科学、精神性と科学っていうのはですね、両極で、片方だけが例えば科学だけが発展していってもどこかぶち当たってしまうとかね、例えばだから精神論だけ言ってても壁にぶち当たってしまうとかね、両方が統合されていかないと進化しないんだっていうですねことが言われていると思います。はい、ということでですね、ワンネスの科学に向かってっていうですね、これは地上の科学で言ったらですね、統一論とかですね、万物の理論とかですね、そういうふうに言われているものに、関わっていると思うんですけれども、でそれを今日ですね、科学者として論じられるわけじゃないので、我々のですねワクワクのイマジネーションでですね、これなんだろうみたいな疑問だったり、自分はこう感じるんだけどねみたいなですね、そういうコラボレーションをしていきたいと思います。じゃあですね、これやっぱとらわれないってことがね大事だと思うので、そういうなんていうのかな、これまでの自分の枠とかも外してワクワクでですね聞いてみたいと思うんですけど、問いとしてはですね、切り口としては、じゃあ世界宇宙は何でできているんだろうっていうですねことだという問いからですね始めていきたいと思うんですけど、ジンコさんはどう思いますか？宇宙は何でできているんだろうってね、ちょっと取り組んだことも宇宙はなぜできたのだろうとかね、そんなこと思ったことあるんですけど、宇宙は何でできている、本当にね、意識、愛、はいと思います。はいはい、一つの意識、愛っていう、そうですね。それはね、ジンコさんがですね、純粋に感じていることだと思うので、じゃあですね、まさにこれが科学におけるまだ未解明のテーマだと思うんですけど、じゃあ意識って何だっていうですねことだと思うんですけど、意識って何だと思いますか？意識って多分、いろんな意識、私たち日常使っていると思うんですよね。たくさん意識ってあってね、言ったらね、心配事とかね、なんか明日のことを思ってたり、いろんなところに意識いっぱいに飛ばしているはずなんですけど、その中でもやっぱり一番大事というか、本当に、大切にしたい思いというか気持ちというか、やっぱりそのね、アカデミーでは正しい位置とか言うんですけど、本当の自分っていうね、何者なのかっていうその意識のやっぱり一番大事な一つになるハートであり愛かなと、と思います。はい、ありがとうございます。そうですね、すごくハートを感じると思うんですけれども、今の観点っていうのが、どちらかっていうと従来のですねスピリチュアルの観点だと思うんですね。それを間違ってるってことじゃないんですね。でそのスピリチュアルな観点っていうのと科学の観点っていうのを、ちょっと統合していってみようっていうのが、今日のチャレンジになります。なので、そうですね、意識、愛っていうものがあるとしたら、どういう働きなのかとか、あるいはどういう現象なのかっていうことでもあると思うんですね。じゃあ意識っていうのはどういう現象だと思いますか？ジンコさん
いうのはどういう現象？意識ってどういう現象？だから本当にセンターにいる時の意識でいくと、でもやっぱりスピリチュアル系になるんですけど、こう湧き上がってくる意識になるんですけど、どういう現象？じゃあその意識っていう現象を観察してみてください。意識、意識イコールエネルギーっていうやっぱり共鳴かな。自分がどこにこう意識を向けているのかっていう向けたところからこう帰ってくるっていう現象ですかね。うんうんうん、なるほどなるほど。向けたところに、うん、例えばね、すごく幸せな人がいて、その人に意識向けてめっちゃ幸せが入ってくるし、逆の立場だったらなんかめっちゃ私もなんか違うね。なので本当に共鳴、自分がどこに合わせに行くのかっていう、共鳴現象かなと、思いました。ありがとうございます。そうですね。そうするとやっぱり今すごく感じるのが観察するっていう姿勢だと思うんですよね。科学ってこう観察してみるっていうことだと思いますし、共鳴っていうのはね、実際には物理学でも使われている、用語でね、音差の共鳴とか言いますけれども、周波数が同一で同位相であるときにですね、起きる波動の、増幅現象っていうね、ことだと思うんですけれども、現象として、見ていくと、仁子さんの説では意識っていうのは共鳴じゃないのかっていうですね、それはすごく深い視点だと思いますし、これはですね、私が前半で少し述べた現代科学のですね、複雑系っていうのとかですね、そういった科学ですねの考え方と少し似ている。ただ複雑系もどこまで意識を取り入れてるか分からないんですけど、要するにさっき関係性って言ったんですね。世界っていうのは関係性でできてるんじゃないかと。ものじゃなくてですね、単にものではない、単に何か波動っていう、波でもない、関係っていうことそのものでできているんじゃないかっていう捉え方をする、学問があるんですけど、共鳴っても関係だと思うんですね。関係している。何か作用をした時にそれが、共鳴なら共鳴という関係で返ってくるっていうことだと思いますし、で仁子さんがセンターの意識だとするとっていうことで言ったら、センターじゃないとしたら共鳴ではない関係っていうのもあると思うんですね。共鳴しない関係っていうのがですね、なのでその宇宙は何でできているかっていうのが、共鳴じゃないのかっていうのはあながちその全く科学的じゃないとは言い切れないことだと思うんですね。だからそれってすごく深いテーマだよねと。例えば共鳴とまでは言わないけれども、量子力学でですね、観測者問題っていうのがあるんですけど、それは純子さんは聞いたことありますか？はい、この前聞きましたこの前聞いた、そうですよね。観測者によってその対象っていうのがどういう振る舞いをするかっていうのに、影響を与えるっていうことなんですけれども、だから従来の考え方だったら私とペンは関係ない。私がですねめっちゃワクワクしててもトイレを我慢しててもペンはペンだと、ここにあるペンはペンだというですね、関係ないっていう捉え方なんですけれども、量子力学になってくると観測っていう
ことが対象にどうも影響を与えている。ただその観測っていうのが意識に限るかどうかは、まだ分かってないわけですね。つまり観測機器でもいいわけですよ。機器ですね。量子、例えばフォトンならフォトンを観測する時でもそういう機械でもいいわけですよね。そもそものことで言ったら観察って言ってるけれども、そもそも観察って何なのか、そもそも観測って何なのかっていうこともまだはっきりしてないんですよね。だから観測者問題とか科学は観察に基づいてるって言ってるんですけど、じゃあ観察って何が観察なのっていうと、答えられない状態なんですね。なのでそういったことも探求していく必要があることなのかなと思います。はい、あとは何か仁子さんが空間ってさっき言ってたと思うんですけど、空間が何か大事だと感じたってことですかね。そう空間、なんか空間に答えがあるみたいな感覚が、はい、なんか名言みたいに聞こえます、ね、いや空間に答えが言い切れるもんじゃないですけど、なんか本当になんか空間、ね、セミナーとかでこうね空間を見てた時にものすごく空間になんか全てがこう集まってくるような、なんかそんなのがあって、すごい空間に答えがあるんじゃないかなっていう、いいですよね。はい。こういったねインスピレーションってすごく大事だと思うんですよね。そもそも科学っていうのも、全部論理でできている、全部数式でできているんじゃなくて、最初にこう、前提があるわけですよね。こう証明できる。例えば光の速度であったら、それは30万キロメートル毎秒って言ってであるっていうことが証明されてるんじゃなくて、それを前提としてるだけなんですよね。空間に答えがあるっていう前提からスタートしてもいいかもしれないですよね。空間に答えがあるという空間に、非常にたくさんの何かが詰まっているっていう前提からスタートして科学が始められるかもしれないですね。なので現代の科学っていうのはなんか 100% 合ってるとか間違ってるとかそういうことですらないっていうことだと思います。ある前提から出発した時にはそういうふうに観測できるし、そういうふうに、理論をですね作って対比ができるっていうことなので、なんか絶対の答えがあるわけじゃないですね。だからここから仮に科学が進化していったからといってこれまでのニュートン物理学が間違ってたとか量子力学が間違ってたとか別にそういう意味ではないわけで、それはその前提で、成立する世界なので、でも世界はでもそれだけじゃないよね、もっと他に何か深いことがあるんじゃないかってことを今感じてきてるってことだと思います。で空間っていう話で言ったら、これはね科学の側から言ってもすごくですね未知の領域だと思うんですね。今もう言われてるのは真空っていうのは空っぽじゃないってことはすでに、もうかなり、計算上分かっているとかいうことがあるわけですね。これ空っぽじゃないよなと。でもそれが何かは完全にはっきりしてない。例えばダークマターとかがその一例だと思いますけれども、空っぽじゃないんだよねっていうですね、何かポテンシャルがその中にあるんだけど、じゃあそれが一体何なのかって聞かれるとよく分かんないけどねみたいなですね。でそういったことと仁子さんの直感っていうのは関係してるかもしれないですよね。だからこの空間が鍵っていうのもある意味単につぶつぶにとらわれない前提でもありますよね。すごく
ある意味ではこう無限の広がりっていうのを、まあ、見てるっていうことでもあるのかな